コーヒー台湾カステラを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、コーヒー台湾カステラを作っていきたいと思います。以前私のチャンネルでも何回か台湾カステラレシピはご紹介してるんですが、今回はコーヒー味で作っていきたいと思います。作り方は混ぜて焼くだけなのですごく簡単です。ところどころ大切なポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。卵、薄力粉、牛乳、グラニュー糖、サラダ油、インスタントコーヒー。今回はこちらの6つの材料で作っていきます。まず卵のサイズですね。こちらは M サイズの卵を4つ使っていきます。トータルグラムで言うと M サイズの卵は約 50g ぐらいなので、全部で 200g の全卵を使っていきます。そしてお砂糖ですね。こちらはグラニュー糖を使います。お好みできび砂糖または上白糖で代用していただいても OK です。ラカント S などを使うとちょっと膨らみにくくなるので、代用するのであれば上白糖かきび砂糖がおすすめです。そして油ですね。今回は普通のサラダ油を使います。こちらはキャノーラ油だったり、あとは米油で代用していただいても OK です。そして今回コーヒー味ということで、こちら普通のインスタントコーヒーを使用していきます。そして今回はこちら15センチのスクエア型を使っていきます。こちら底付きタイプを使用するようにしてください。そしてこの中にはですね、こんな感じでちょっとかなり使い古してるんですが、オーブンシートまたはクッキングシートをね、大きめに切っていただいて、そして内側にね、敷き込んでください。はい、こんな感じです。型からだいたい 2,3 センチぐらいクッキングシートまたはオーブンシートが出るように敷き込んでください。こちらはね、必ず生地を作る前に準備しておきましょう。ということで早速作っていきたいと思います。それでは早速作っていきます。まずですね、こちらのインスタントコーヒーを牛乳に溶かしていきます。まず牛乳の中に入れてください。そして軽く混ぜます。軽く混ぜたらこちらを一度電子レンジ 600W で30秒加熱していきます。はい、30秒加熱しました。そしたらよく混ぜてコーヒーをね、きちんと溶かしてください。もし30秒でもね、足りない時はもう少し加熱して溶かしてください。あとはね、水で溶けるタイプもありますので、その場合は温める工程は省いていただいて OK です。これで綺麗に溶ければ OK です。こちらは使うまでこのまま置いといてください。それでは続いて卵を白身と黄身に分けていきます。白身は泡立てますので大きめのボウルに入れてください。こちら割り入れます。はい、そして卵黄はこちらに入れましょう。残りも同じように分けていきます。はい、このように卵をまず分けてください。こちらの卵白の方はですね、ラップをして、そして使うまで冷蔵庫で冷やしておいてください。そうすることで泡立ちが良くなります。それでは続いて卵黄生地を作っていきます。まず耐熱のボウルの中にサラダ油を入れてください。台湾カステラはですね、一度この油を温めて生地を作っていきます。そうすることで生地自体が水分をたくさん含むことができて、とてもしっとりふわふわな仕上がりになります。ではまずこちらを電子レンジ 600W で1分加熱してください。はい、1分加熱しました。そしたら油が熱々のうちに薄力粉をふるって加えてください。こちらは必ずふるって加えましょう。そしたらこちらを素早く混ぜましょう。粉が飛び散らないように最初は優しく混ぜてください。はい、このようにダマがないようにしっかり混ぜましょう。こんな感じで混ぜてください。そしたら続いてここにコーヒーを溶かした牛乳を加えます。そして素早く混ぜます。牛乳を混ぜた後はね、ちょっとこのように分離したような生地になるんですが、この後卵黄を加えることでこの2つをね、乳化することができます。そしたらここに卵黄をまず1つ加えてください。そして素早く混ぜます。はい、そうするとだんだん生地が滑らかになってきます。そしたらまた1つ加えてください。そしてよく混ぜましょう。卵黄はね、1個ずつ加えてその都度混ぜていただくことで生地の混ぜムラをね、防ぐことができます。そしたらまた1個加えます。そして混ぜましょう。
そして最後加えます。これでよく混ぜてください。卵黄生地はこれで OK です。混ぜムラがないようにね、しっかり混ぜてください。それでは続いて卵白を泡立てていきます。このタイミングでオーブンを150度に予熱し始めてください。そしたらラップを外して、まずこちら何も入れない状態でハンドミキサーの高速で30秒泡立てていきます。もしハンドミキサーがない場合は手動のホイッパーでこの泡立て具合を参考に泡立ててみてください。それでは泡立てます。はい、今30秒泡立てました。そうすると粗めのね、泡が立ってきます。そしたらここにグラニュー糖を一度に加えちゃってください。そしてまたハンドミキサーの高速で30秒泡立てていきます。はい、今30秒泡立てました。そうするとこのように角が立ってすぐお辞儀するぐらいの泡立ち具合になります。そしたら最後はですね、低速で1分泡立ててきめの細かい仕上がりにしていきます。はい、泡立ちました。そうするとこの先端だけがお辞儀するぐらいの硬さになります。さらにこのようにツヤも出てとてもきめの細かい仕上がりになります。あんまり硬くしすぎると今度はね、卵黄の生地と混ざりにくいので、このぐらいを目安にね、泡立ててみてください。それでは2つの生地を合わせていきます。まずメレンゲを1すくいですね、このようにすくってください。そして卵黄の生地の中に入れてしっかりめに混ぜてください。1回目はね、2つの生地をなじませるイメージでしっかりめに合わせましょう。メレンゲの塊が残らないようにね、混ぜてください。このようにしっかりめに混ぜましょう。そしたらもう一すくいすくいます。こんな感じ。そして加えます。2回目からは泡立て器を使ってふわっと混ぜていきます。この時ですね、こうやってメレンゲの塊がある時は塊に向かって泡立て器を差し込んで、そしてグイッと回転させて混ぜてみてください。そうするとね、塊をなくすことができます。はい、 OK です。このようにふわっと混ぜて塊がなくなるぐらいですね、きちんと混ぜてください。そうしましたら続いて今度はですね、3回目は卵黄生地をメレンゲの方に戻し入れます。全部ね、一度に入れちゃって OK です。このようにボウルを変えて混ぜていただくことで混ぜムラをね、防ぐことができます。そしてまた泡立て器でふわっと混ぜていきます。先ほどと同じようにね、塊が残らないように混ぜてください。はい、このように大きくね、底から生地を持ち上げるように混ぜましょう。メレンゲの塊がなくなったら最後は仕上げでゴムベラを使ってふんわりね、混ぜていきます。底から生地をすくい上げるように混ぜてください。これで最終チェックをします。はい、 OK です。今ね、生地の硬さはこのぐらいです。タラタラっとつながって流れ落ちて、流れ落ちた生地の筋がゆっくり消えるぐらいですね。このぐらいの硬さを目安にしてください。これ以上硬いとね、台湾カステラが膨らみすぎてひび割れの原因になったりします。なのでこんな感じでこのぐらいのね、硬さになるように混ぜてみてください。そうしましたら準備しておいた型の中に生地を流し入れます。はい、そして少し高い位置から2、3回落とします。そして大きな気泡をね、取り除いてください。そしてね、今回ちょっと生地が余ったので別容器のココットにね、こんな感じで余った生地を入れてます。もし生地が余った時はね、このように別ココットに入れてください。卵の大きさや生地の泡立て具合で少しね、生地の余り具合が変わると思います。こちらはね、参考にしてみてください。そしたらね、こういった耐熱のバットなどを用意してください。そしてここに清潔な布巾を1枚敷きます。そしてこの上に型を置いてください。もしね、こ
そういったバットがない場合はこんな感じの耐熱性のココットにお湯を入れて、そして一緒に焼いてみてください。そうすることで同じ湯煎焼きの効果を得られることができます。そしたらここにお湯を注ぎます。だいたい80度ぐらいのお湯ですね。こちらを肩の半分ぐらいまで注ぎ入れてください。そうしましたらこちらを150度に予熱したオーブンで60分焼いていきます。コンベクションオーブンの場合はね、ちょっとひびが入ってしまうんですが、味は問題なく召し上がっていただけます。ひびが入りそうな時に扉を少し開けて空気の入れ替えをしていただくと極力ひびが入りにくくなります。それでは焼いていきます。はい、焼き上がりました。美味しそうに焼き上がってます。ちょっとだけね、この上にひびが入っちゃったんですが、許容範囲ぐらいかなと思います。そしたら取り出してください。やけどしないようにね、注意しましょう。はい、そしたらね、オーブンシートを剥がします。はい、このようにプルップルに仕上がってます。それでは切りたいと思います。出来たてはね、プルップルふわふわに仕上がってます。はい、このようにとてもね、プルップルふわふわに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では手づかみで失礼します。ふわふわシュワシュワですね。ではいただきます。生地がすっごくしっとりでふわふわです。もうね、かなりしっとりしてます。そしてコーヒーの香りがしてすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のコーヒー台湾カステラのポイントです。まず台湾カステラを作る時なんですが、油を温めてその中に薄力粉をふるって加えてよく混ぜてください。このように温かい油の中に薄力粉を加えて混ぜていただくことで、薄力粉自体が水分を含みやすい状態になります。さらにそこに温めた牛乳を加えていただくことで、生地の水分量が多くなってとてもしっとりでふわふわな生地に仕上がります。今回使ったね、油に関しましてはサラダ油を使ってますが、その他にキャノーラ油やあとはね、米油で代用していただいても OK です。オリーブオイルだとね、ちょっと香りが強いので、この2つのどちらかで代用していただくのがおすすめです。そして今回はコーヒー味ということでインスタントコーヒーを加えました。こちらを牛乳に加えてしっかり溶かしておいてください。そして卵に関しましては卵白と卵黄に分けて、卵白に関しましては使うまで冷蔵庫で冷やしておいてください。そうすることで泡立ちが良くなります。そして卵白を泡立てる時のポイントなんですが、最初は高速で泡立てて最後は低速で仕上げるようにしてください。そうすることできめが細かくなってさらにツヤが出てきます。今回私はハンドミキサーを使ってますが、ホイッパーを使う場合は今回の泡立ち具合を参考に泡立ててみてください。そして生地を合わせる時はまず1回目はしっかりめに混ぜていただいて、2回目からはふんわり混ぜるようにしてください。さらに3回目に関しましては生地を入れ替えてムラがないようにきちんと混ぜてください。そして焼く時のポイントです。焼く時なんですが、オーブンの種類によってどうしても割れてしまうオーブンがあります。コンベクションオーブンといってオーブンの奥にファンがついてるオーブンですね。そのオーブンに関しましてはどうしても割れてしまいます。ただ味には支障がないので美味しく召し上がっていただけると思います。もし表面がね、割れそうになってしまった時はオーブンの扉を少し開閉して空気の入れ替えをしてみてください。そうすることで少しね、割れにくくなります。そして表面なんですが、もし途中で焦げそうな時は上にアルミホイルをかぶせながら焼くようにしてください。この時に普通のアルミホイルを使ってしまうと表面がね、アルミホイルにくっついてしまう時がありますので、くっつかないタイプのアルミホイルを使っていただくのがおすすめです。あとは取り出してね、そのまま美味しく召し上がっていただけたらと思います。出来たてはね、プルップルで美味しいのでぜひ味わってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はコーヒー台湾カステラを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。